皆さんこんにちは。今回はテレビアニメジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン後期 OP をご紹介します。本日のゲストはこちらの方々です。オープニングディレクターを務めました宇都宮貴文です。 CG ディレクターを務めました高橋正樹です。皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは早速お話を聞いていきたいと思います。それにしても出てくるキャラクターたちみんなかっこいいですよね。ありがとうございます。今回使用したキャラクターのモデルの作り方のパターンって大体多分3種類くらいあるんですよ。100% うちで作ったモデルと脂質さんからお借りした原モデルをもとにちょっと顔周りをうちのデザインに調整させていただいたものと、原モデルそのまま使わせていただいたところもあるみたいです。いやもう本当に脂質さんのモデルいただけて本当に助かりました。ありがとうございます。ありがとうございますありがとうございます。次に最初の監視カメラみたいなシーン、監視さんになった気分でじーっと見ちゃいました。あそこのところはそうですね、監視カメラ視点っていうのはちょっと白黒の映像にすることで現場の工数を少し抑えたかったっていうのが一つあったんですけど、そもそもの初期案としては実は今回のオープニング映像って監視カメラ視点をベースに展開していく予定だったんですよね。それが制作が進んでいくにあたって放送されるタイミングがどうやらジョリーンたちが脱獄した後だということになりまして、そうなるとちょっと監視カメラ視点は使えないかなっていうことでオープニングの構成ガラッとそこで変えて、その時の名残がこの辺りのシルエットと監視カメラ風映像のシーンですね。あとはアクションシーン、迫力満点でした。アクションシーンめちゃくちゃかっこよくないですか？めっちゃかっこいいっすもう一番最初のテイクの時にキャラクターが箱で表現されている映像だったんですけど、その時からもうかっこよくて、キャラクターが全部乗っかったらさらにかっこよくなって、すごい担当されたアニメーターの方の腕が光ってるカットだと思います。このカットなんですけど映像的にすごいかっこいいのはもう見ていただけたらわかると思うんで、皆さんが気づいてないかもしれないところをちょっと説明させていただけたらなーって思ってます。実はこのカットなんですけど 3DCG で作られたキャラクターと 2D の手書きで描かれたキャラクターっていうのが混在してて、キャラクター同士が 2D と 3D 表現が違うのに同じ画面の中で違和感なく共存してるカットになってます。ちなみに 2D のキャラって誰なんですか？ 2D のキャラはですね、エルメスのスタンドのキッス、アナスイのスタンドのダイバーダウンで、ウェザーのスタンドのウェザーリポートで、あとエンポリオは 2D ですね。気づかなかった。びっくり。2D の手書きのアニメーターさんの腕もすごいいいものを上げていただいていて、前期のオープニングの独房の中をカメラが進んでいくカットで、その中にいるモブたちを作画してくださった 2D アニメーターの方に引き続きお願いしているカットになります。もう前期の上がりが素晴らしかったので、そのままここでもぜひという形で神風の方からお願いさせていただきました。かっこいいっすもんね。いや、ここは本当に何回見てもいいカットだなって思います。アクションシーンといえば背景にもこだわりありましたよね。そうですね、ここのアクションシーンのところは第3部のオープニングの1期オープニングですかね、サンドプラウドのサビのあたりのカットでカメラがずーっと横に流れながら1人ずつスタンドを発動するシーンがあって、そこの背景が丈太郎たちの旅路をグラフィカルな絵で表しているカットだったのを思い出しまして、今回のアクションシーンでもその要素を少し取り入れようということで、この背景実はですね、ジョリーンたちのいた刑務所の周辺の地図になってるんですよ。ただそれだけだと少し地味かなっていうのがあったので、いろんな小物を飛ばしてその色を背景となじませて、ギリギリ何が起きてるのかわからないくらいの派手な映像をっていうことで担当のアニメーターさんにお願いしました。自分でもう一度見ても何が飛んでるのかよくわからないですよねいろいろとね楽しんでいただけるカットに出来上がったかなと思うので、本当に担当アニメーターさんに感謝ですね。さっき皆さんにお願いがあるんですけど、ここだけで聞けるオープニングの隠し要素解説してほしいなそうですね、1個ずつ全部やるとさすがにもうキリがないくらい仕込んであるので、みんなが星を見上げてるカット、あそこについてちょっとだけ触れようかなと思います。やった。あそこのカットで、星を見上げてるっていうのはやっぱり星っていうのがジョースターの象徴なので、右上のひときわ強く光ってる
青い星っていうのはやっぱり丈太郎をイメージしたものになっています。そこに向かって、みんなで丈太郎を救おう、ジョリーンの目標にみんなが協力している形ですよね。でその反対側左の方なんですけど、あそこのところに緑色の星があるんですよね。あれ緑色の赤ん坊とプッチが融合した時に首のところに星のあざがプッチにも現れるんですよね。そこのところをちょっと意識した背景になっています。その下に3つちょっと強めに光ってる星があるんですけど、これはディオの息子たちのイメージですね。他にもちょっといろいろとあるんですけど、もう本当に時間足んなくなっちゃうんでこのぐらいであと宇都宮監督にはジョジョファンだからこそ思い入れの深いシーンがあるって聞きました。やっぱりラストのところですよね。ジョリーンがストーンフリーを発動してカメラに向かってガーッと走っていくところ、ここのシーンは多分もうシリーズずっと見ていただいている方なら気づいていただけたかなと思うんですけど、ここは第1部のオープニングのジョナサンが階段を上がっていくシーンのオマージュですね。これ第1部のオープニングっていうのが多分10年くらい前にテレビで放送されたと思うんですけど、その時はもう本当に自分もまだ学生でただのファンとして楽しんでたんですけど、ジョナサンが階段を上がるカットがすごく印象的で、これが後々スタンドのついた映像でオマージュされたらめちゃくちゃかっこいいだろうなと当時思っていたんですよ。まさかその時は自分が作る側に立つと思ってなかったんですけど、今回ジョリーンの出てくるストーン社のオープニングを制作するっていうことになって、もうここしかないと思ってチャンスが来たので夢を叶えさせていただきました。たくさんお話ししてくださってありがとうございました。最後に一言ずつ視聴者の皆様へお願いします。まずは宇都宮監督お願いします。はい、もう本当に自分はジョジョ大好きで、10年前アニメが始まる前からもう原作もずっと読んでたんですけど、まさか今自分がこういう立場で喋る機会が訪れるとは思ってなかったので本当にジョジョっていう作品には強い重力があるなと。それがもう本当に今や世界中の人を巻き込んでいる人気シリーズなので、そういう作品に関われたっていうのがファンとしてだけじゃなくて一クリエイターとしてとても嬉しく思いますし、今回のオープニング映像も皆さんに楽しんでいただけたらなと思っております。ありがとうございます。続きまして高橋さんよろしくお願いします。はい、さっき宇都宮監督の方からも10年前ぐらいに一部のアニメーションオープニングが流れていたっていう話もあったんですけど、僕もその当時同じく学生で、そのオープニング映像が僕にとってはジョジョとの出会いでもあり、今のこの神風動画との出会いでもあった作品になっていて、僕にとってはジョジョのオープニングが結構そういう意味では特別な思い出がある作品というかになってまして、でそれの第6部の CG ディレクターとして参加できたっていうのはすごい自分にとって大賛だし、それを世界中の方々と共有して見ていただけて楽しんでいただけるっていうのはすごく自分にとっては嬉しいなって思ってます。高橋さんありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ということで引き続きアニメ本編と一緒にオープニング映像も楽しんでいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、さようなら。さようなら。Destiny is mine 恐れしても全ての未来途切れぬより Should I friend of life 痛みを乗り越えるたび心は永遠に研ぎ澄まされる繰り返される宿命の最果てで光散海に近Getting through 生きる意味は世界に残すかな